古事記絵巻第9話、大月姫の巻。高間の原を追い出されたスサノオはあちこち旅をしていたのですが、そのうち阿波の国というところに行きました。そしてそこですごくお腹が減ってしまったので、何か食べさせてくれるところはないかなとあちこち見てみますと、山の上に立派な御殿がありました。あそこなら何か食べさせてくれるかもしれない。スサノオは早速飛んできました。そこは阿波の国のお姫様、大月姫のお屋敷でした。スサノオは言いました。僕お腹空いちゃったんだ、何か食べさせてよ。大月姫は言いました。わかったわ、じゃあ中で何か作りましょう。そしてスサノオが今まで見たことも聞いたこともないようなすごいごちそうをいっぱい出してくれました。スサノオは喜んでそれをバクバク食べました。そしてこの料理は何から作るのと聞きました。大月姫は裏の畑に連れて行ってくれました。スサノオは大喜び。早速そこになっていた果物を一つ取ってもぐもぐ食べてみました。するとそれはとても苦かったので、とても食べられるものではありませんでした。スサノオはペッペッと吐き出してしまいました。そしてこれは大月姫の料理の仕方にきっと秘密があるんだと思って、その夜大月姫がご飯を作りに行ったところをそーっと調理場に覗きに行きました。そして見てみると大月姫はあの苦い食べ物を口の中に放り込んでいます。あれ、あんなものを口の中に放り込んでどうするんだろう。スサノオが見ていると大月姫はそれをゲロゲロゲロと吐いて料理にしていました。その大月姫が吐いたものはとても美味しそうな料理になったのです。スサノオはびっくりしました。あの料理の秘密は大月姫のお腹の中にあるんだな。そう思ったスサノオはその日の夜、大月姫が寝たところを見すまして、ざっくりと大月姫を刺してしまいました。そして胃袋を取り出してその料理の秘密を探ろうとしましたが、それはちっとも分かりませんでした。次の日の朝、スサノオはお腹が空いて目が覚めましたが、もう料理を作ってくれる優しい大月姫はいません。そこでスサノオは悲しくなってしまいました。僕はなんてことをしてしまったんだ。もう料理を作ってくれる優しい大月姫はいないんだな。そう言ってポロポロと泣きました。その涙が地面に染み込んで、大月姫の亡骸から頭からまず蚕が生まれまして、その次に目から稲が生まれました。そして耳から泡が生まれました。鼻から小豆が生まれました。お尻から大豆が生まれました。そして陰部から麦が生まれました。その様子を見ていた天の神様、カモ結びの神様は大月姫をとてもかわいそうに思いまして、この5つの穀物を特別なものにすることに決めました。こうして五穀というものが誕生したのですというところで、今回の紙芝居はこれでおしまい。次回はヤマタノオロチの巻前編です。お楽しみに。